可愛いんだけどさ、ドア開けっぱなんだよね。ちょっと開けたら閉めて。ババンババンバンバアミバのバババンババンバンバアミバミバミバババンババンバンハーリバナの。もうさ、せっかくヒーターつけてるのにさ、ドア全開じゃ意味ないじゃんかな。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今手前にいるのが三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、白茶のゆりさん、茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。今日はヒーターちょっと近かったのかな。まあ、ドア開いちゃってるところは残念だけどね、あったかいのが、こっちにも来て少しあったかいよっていうね、感じかな。あれか、いつもぐーちゃんが入り口を、入り口というか吹き出し口を塞いじゃってるからあったかくないだけなのかな。今日はめちゃくちゃ寒いな。めちゃくちゃ寒いんで、ホットカーペットは今最強にしてる状態でね。で、ヒーターは今つけた感じでございますよ。北海道さん、どうもどうも、三笠鉄道記念館で機関車に乗ったことのある北海道さんです。ピョンさん、こんばんは。ディーゼル機関車は乗ったことあるけど、汽車はないな。ね、なんかいろいろ種類があるみたいだよね。今日そう見てたんで。それでまあそんな質問になったんだけどっていうね、感じでございますよ。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース、はい、グータン、ユーリタン、ジャスティース、クータンもいるな。映ってないけどな。あったかいな。寒いよ、手がね。冷たいよ、今日はな。はい、今日も塩入りさゆでございますよ。今日はたまちゃん、こたつから出てきたから、たまちゃんの姿が楽しめますね。
マチャはドアを開けた、責任を取って向こうの部屋に行ってしまった。この寒いのにな。この寒いのに、あっちの部屋に行ってしまったな。てんたまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピヨンさん、ジャスティス。ね、なんか、ライブをやっていいもんなのかどうなのか、なんだかよくわかんない感じだったけどさ、今度はね、1日は大地震で、2日はね、今度は飛行機が炎上。もうさ、これ普通にライブやっていいのかしらみたいなね、ちょっと気が引ける感じではあったけど、まあね、当事者じゃない人たちができることっていうのはね、日常生活を今まで通り何も変えることなくね、過ごすことなんで、まあライブもね、いつも通りやればいいのかしらねっていう感じで、やってる感じでございますよ。まどかさん、こんばんは、ボスは。お正月から世の中大変な状況ですね。ヨッシーさん、ジャスティス、記者は熊本を走る阿蘇ボーイに乗りました。20年以上前にね、なんか結構あるみたいだもんね。なんか昔の話かと思いきや、意外となんかいろんなところで記者は未だに走ってるみたいなんで、あ、そうなんだな、なんて思って、で、じゃあ乗ったことある人いるよなと思って、質問してみたんだよね、今日ね。カニタンさん、ジャスティス、テンタマさん、昨夜は飲みすぎて、寝てしまいましたよ。あ、そうなんだ。実は酒豪なのか。実は酒豪なのに、お酒を半年間も、断酒してたんだ。そりゃすげえな。北海道さん、天玉さん、私もです。なんだとあ、そっか、正月だからかな。そういうもんなのかな。カニタンさん、1時間45分前に羽田空港に降りたカニタンです。じゃあ、事故があった後に、降りたんだ。すげえ。さすがだな。てんたまさん、北海道さんはビールですかね、そうだね。ビールなイメージがあるよな。ね、最初、その飛行機が炎上したよっていうさ、ニュースだけでね、なんか何が起きたのかさっぱりわかんなかったんだよね。とにかく炎上した動画ばっかりが上がってきて、なんだ、何が起きたんだ。羽田空港ってね、この前行ったばっかりのとこだしさ、ね、あそこの滑走路をさ、見てたばっかりだからさ、なんだ、何があったんだ、なんてふうに思って、全然わかんなかったんだよね。で、さっきようやく何が起こったのかが、まあ分かったんだけど、まあ何が起こったっていうか、まあ憶測でしかないんだけどね、原因はね。とにかくぶつかった飛行機が、海上保安庁だっけの、飛行機で、それがね、昨日起こった地震の救援物資を届けるために準備してた飛行機にぶつかっちゃったんでしょねえ、なんか、すごい。そうなのかと思って、だから昨日の地震がなければこの事故もなかったわけでしょうって考えると、なんだかね、そうなのか、みたいな感じね。正月早々ね、本当だったら休んでたのかもしれないのに、なんか全くもって真逆になっちまってなっていうのでさ。で、乗客の方はね、なんか全員無事だったみたいなんで、それはね、良かったよねっていう感じだけど、まあ、その救援物資届けるためにね、休日出勤なのかわかんないけど、してた人たちはね、亡くなりになってしまうっていう、なんかもうね、いろいろと、っていう感じのな、事故がね、立て続けに起きておりますね。ーっと、天玉さん、よくご存知で。ハニタンさん、あの事故の1時間45分です。わかりにくくてごめんね。じゃあ、事故の時に、降り立ったんだ。無事でよかったよ。
てったまさん、カニタンさん、それは驚いたことでしょう。そうだよね。匂いとかしたんじゃないのかね。臨場感たっぷりって言っていいのかわかんないけど。なんか表現がよくわかんないけどな。まどかさん、スーパーでバナナチップスが売ってて、バナナチップな、時々すっげえ食べたくなんだよな。400円が200円になってると思ったら、別の小さいバナナチップスでした。あるよね。なんかね、昨日だか一昨日だか、せんべいね、小袋に入っててさ、で、4袋入ってて、1パックになってるやつ。それがね、30%引きのシール貼られてて、せんべいだったらまあいいかななんて思ってさ、30%引きだったら買おうかななんて思って、手に取ったらさ、すっげえ軽いわけ。なんだこれすげえ軽いなと思って、4袋入りだと思ったけど、なんだこれ2袋入りかななんて思ってさ、裏見たんだけどさ、4袋入りって書いてあるんで、やっぱりさ、4袋にしては軽すぎるよね、これ。ほとんど包装紙じゃねえと思ってね、ちょっと、これは30%引きになったところで、中身はちょっと期待できないのでやめとこうと思ってね、買わずじまいだったよな。だから一瞬、あれ安いと思っても、ね、手に取ってみたら、あれ何これみたいなね、やつがあるよな。たぬこさん、こんばんは、ボンソワ。てんたまさん、最初、これはみんな助からないのかと思いましたから、そうそうそうね、あの炎上具合見たらさ、ね、乗客全員助かってるっていう話だったから、あ、それはすごいね、良かったねっていうふうに思ったんだけどね。まあ、ぶつかられた方っていうのかしら。はね、ダメだったみたいだからね、それはちょっとね、残念っていう感じだったよね。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。まどかさん、腹が立ったので、400円の値札の近くに大きいやつを、200円の値札の近くに小さいやつを、わざとらしく並べ替えました。そうだな。詐欺は許さない。そうだな。もう詐欺まがいのが多いからな、最近な。それは重要だ。北海道さん、最近スーパーで青いバナナが、バラ売りされているのですが、へえ、これは何だろうと思っています。最近流行っているのですか？いや、北海道だけじゃね。勝手に北海道だけの流行りにしてるけどな。いや、こっちでは全然、緑色のバナナ、バラ売りなんかされてないよ。コンビニだとね、バナナバラ売りしてたりとかするけどさ、スーパーでバナナバラ売りは確かなかった気がするし、緑のバナナは見たことないかな。まだね、売れるのが足りなくて、なんか気持ち青くねみたいな感じのはあるけど、明らかに見てこれ青いよねっていうバナナは売られてないと思うんだよな。だからあれじゃないの？料理用みたいな感じなんじゃないの？てんたまさん、まどかさん、食べ物の恨みは恐ろしいですよね。そうだね。食べ物の恨みは恐ろしいよね。カニタンさん、あ、青バナナ、ファミマで見た気がする。あ、本当？じゃあ流行ってんのか。さすがだな。私は相変わらず外の世界のことがね、さっぱりわからないので、全くもってついていけてないけどっていう感じ。そうで、今日は外出たんだけどさ、今日外出たのはさ、なんか郵便局っていつから営業するんだろうと思って、なんか勝手にね、3日までは休んで、まあ4日かからやるのかどうなのかっていうので、まあ確認のためにさ、検索してみたんだよね。そしたらさ、なんかね、郵便局今日営業中になってて、あれ営業中なのマジでと思って。なんか1日は休みだったっぽいけど、
なんかね、2日からなんか営業してるっぽかったから、そうなのと思ってさ。だからカレンダーだからね、早めに送った方がいいからと思って、だから郵便局やってんだったら送った方がいいもんだと思ってさ、郵便局に行ったわけよね、慌ててね、閉まる前に行かなきゃと思ってさ、寒いしね、暗いし、天気悪いし、なんかなっていう感じだったけどさ。行ったわけよね、郵便局閉まる前にと思ってさ。そしたらね、思いっきり4日から営業しますって張り紙貼られててさ、ネットの情報嘘じゃねえかよ。もう勘弁してくれよ、この寒いのによ、みたいなね、感じで今日はお外に出たわけよね。で、今までだったら、その郵便局に行くと、焼き芋売ってたね、スーパーが近かったんで、帰りにね、ご褒美的な感じで、スーパー寄ってね、焼き芋買って帰るっていう楽しみがあったんだけどさ、今日は郵便局もやってなければスーパーももうね、年末で閉店しちゃったからさ、もう何にも用事がないんで、何にも用事がないんでね、もうそのまま帰ってきましたよ、みたいな感じで。まあ一応外には出たんだけどね、特になんか話のネタがあるわけでもなく、みたいなね、感じでございました。まどかさん、なんでも、こっそり量が減ってるからさ、もうさ、こっそりっていうレベルをさ、もう超えてきたよね。もって明らかにさ、これ少なくねこれ少なくねみたいな感じだもんな。そう、だからおしるこもさ、昨日、おととい飲んでたやつはさ、近くのね、自販機だと110円なんだよ。って言っても前はその自販機ね、何でもかんでも100円で売ってる自販機だったんだけどさ、そこにおしるこがあったわけよね。で、おしるこあると思ったんだけど、もうさすがに100円はやめちゃったみたいでね、全部110円になってたんだよね。まあ、110円でもさ、最近さ、よそのね、自販機だとさ、150円とかさ、140円とか150円とかさ、するじゃんか。それと比べたらね、なんかだいぶ安い気がする。もうそういう感覚になってきちゃったよな。なので、買ってきたんだけどっていう感じなんだよね。なんかもう150円から140円つったら相当なんか安く感じるっていうか、まあ多分そうだよね。あの大きさのものの単価の幅から言ったら相当きっと安いんだと思うんだけどさ。ね、あの量で150円とか言われるともうなんかとか思うんだよね。でね、もうおしるこぐらいしか買わないから最近さ、他の飲み物の値段見てないけど、もしかしたら他の飲み物はね、もっともっと200円とか、なんかもっとするのかもしれないしさ。ね、なんか随分高くなったよなと思って。で、朝今日見てたさ、YouTube がさ、青森の人なのかな。で、青森って言ったらね、リンゴの生産地じゃんか。日本一のリンゴの生産地らしいんだけどさ、それなのに、青森の地元でリンゴが1個300円だよっていうね、動画を見てたわけ、今日朝ね。本当だよなと思って。300円はどうかしてるよみたいなね、動画だったわけよ。本当だよなと思って。で、これがね、青森で300円だから、もう東京とか行っちゃったらね、その輸送費がかかるわけだからね、コストがまたさらに上乗せされるわけだからね、もうこれね、買えなくなったよねっていうね、動画だったわけよ。で、リンゴだったらまだね、贅沢品っていうのかな、主食ではないからね、まあいいんだけどさ、これがね、米だとか野菜だっていう風になったらね、もう本当とんでもない話だよっていうので、でもまあそうなっていくよねっていうのでさ、要は、なんだっけ、肥料とか、そういうものが高騰してるわけじゃん、種とかさ。そしたらね、果物だけの話ではないから、まあもう、スーパーで物は買えなくなったよね。そういう時代になったよねっていうね、話をしてたんだよね。てんたまさん。結局、卓上カレンダーはすべて、誰かの手に渡ったのですか？まあ、そうだね。そういうことになるかな。
まだ送ってないから渡ってないけどね。まどかさん、自販機少し値上げしてました。ね。もう、いつの間にかそれが当たり前になって、いつの間にかなんか見慣れてきちゃったっていうのかな。上がり始めた頃はね、上がってるよ、上がってるよっていう感じだったけどさ、もうどこもかしくもそれの値段になって見慣れてきちゃったら、なんか最近物価がなんか感覚的によくわからなくなってきたっていうの。まあ要は高いなと思ったところでさ、そのお金払わないことにはさ、手に入れられないわけじゃんって思ったらさ、まあ買うとしたら払うしかないわけじゃんって思うとさ、なんかもうわかんなくなってきた。物価の感覚がわかんなくなってきて、で、リンゴ1個300円だよって言われてさ、そっか、確かにそうだよなと思って、だからこっちもそうなわけよね。だからこの前見切り品のリンゴが2つで250円だったわけよね。見切り品だから、多分安いんだろうなと思って、なんか一瞬買おうと思ったんだけど、いや、待てよと思って。見切り品で2個で250円。ってことは、1個100円以上するんだよね、これで、みたいな感じでさ。いや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 、と思ってまたね、買わずに帰ってきたみたいなことがあったんだけど、で、昨日もね、その目の前のスーパーで青りんごが売ってたんだよね。で、青りんごが3個で1袋になってるのが売られてんだけど、それが30%引きのシール貼られてたんだよ。いや、30%引きになってるからいいかな。久々に最近リンゴ食べてなかったしね、なんて思って、一瞬手に取ったんだけど、で、色変わっちゃってるのね。他のは確かにね、青リンゴの青々したっていうの、緑色のリンゴなんだけど、その30%引きのシール貼られてるやつはさ、なんかちょっとね、黄色っぽかったわけよ。で、色変わっちゃってる感じね。ああ、だから30%引きなのかなっていうふうに思うんだけど、一瞬手に取ったんだけど、だからそれも30%引きになったところで300円ぐらいなわけよ。でね、だから粉色変わっちゃってて、で、すごいちっちゃいわけ。すっごいちっちゃくて、割引になってて、で、300円ってことは1個100円ってことでしょ。これ100円なのって思うと、なんかとても、お買い得には感じられなくて、また棚に戻すみたいなことをさ、やっててさ、なんかもうね、値段の感覚がよくわかんなくなってきたんだよね。値上げしてました。よしさん、まどかさん、値札の、ご設置よくありますそうだね。私も何度もやられました。ああ、なんかね、ヨッシーさんで、デザフェスでやらかしてたもんな。まどかさん、カレンダーの写真、とっても綺麗でした。よかったよ。藤子さん、カメラマンの才能もあるんですね。そうですね。一応、一応写真の先生もやってたかな。写真の先生もやってたんだけど、まあ、とにかく私は集客ができないわけよね。だから集客ができないんで、カメラマンのね、カメラの先生もできなくて。で、カメラマンはね、向いてないっていうのかな。なんですよ。カメラマンは向いてないっていうのかな。なので、だから、喋りながら撮らなきゃいけないじゃん。そういうね、いっぺんにいろいろやりながらってできないわけよね。なので、カメラマンの才能はないのかな。よくわかんないけど。まあ、やったことない、ちゃんとやったことないから、あの、もしかしたら自分に才能がないと思い込んでるだけで、まあ実はあったりとかするのかもしれないけどね、わかんないけどね。だから一人でじゃなくて、何人かで、撮影したりとかしたことはあるんだよね、人物をね。なので、結婚式場で働いてたしねっていうのがあるんでね。なので、ただほら、一人だけで、カメラ2台持って、追っかけて撮るみたいなことはさ、やってないんでっていう感じなのでね。そんな感じです。
あとは、なんだっけ、今日は、お外出たって話と、あとは、なんだっけな、郵便局やってなかったって話でしょ。あと、あれか、ご飯の話か、ご飯、あ、そう、今日ね、ベランダに生えてる、なんだっけ、株ね、小株小株収穫したんだよね、ちょこっとね。なんか寒くてほっといたらさ、なんか急にでっかくなった感じっていうの、見た目的にあれ、なんかずいぶんでかくなった気がするよと思って、小株なんでね、なんか4センチか5センチぐらいになったらね、収穫時らしいんだよね。なんかそんくらいになってる気がすると思って、これちょっと収穫しないとやばいんじゃないと思って。で、朝ね、今日なんか雨の予報だったんだけど、だから今日は雨で寒いんだな、なんていうふうに思ったんだけど、なんか朝晴れてたんだよね。で、晴れてて、で、意外とね、そんなに寒くなかったんだよね。なので、じゃあ収穫しちゃおうと思ってね、ちょこっとね、その大きくなってるやつ、収穫して、で、5個ぐらい取ったのかな。5個ぐらい取って、でね、外から見るっていうのかな。上から見たときはなんか随分でかくなっちゃった気がしたんだけど、引っこ抜いてみたらね、そんなでもなくて、まあ、まだ大丈夫だったかなっていう感じだったんだけど、まあ、とにかく5株ぐらい取って、で、葉っぱも食べれるからさ、かぶってさ、でね、味噌汁にしたんだよね、葉っぱと実とさ。そしたらすごい甘くて美味しかったんだよね。やべえ、うま。カブうまいね、と思ってね。いや、感動するうまさだったんだよね。なんだ、カブ育ててよかったな。まあ、もしかしたらね、今年はうまくいったけど、来年はうまくいかないとか、そういうこともあるかもしれないけどさ。まあ、とりあえず今回のカブはね、上手にできて、美味しくできてね、なんか、よかったな、なんてふうに思ってたんだよね。で、ほら、昨日地震があったじゃんか。昨日地震あったからと思ってさ、この前、収穫した春菊の、鉢な、春菊のプランターが空いてたんだけど、ただまあ根っこがね、まだそのままっていうのかな。なので、まあとりあえず耕してみようかと思ってさ、スコップをさ、ザクザクやってみたんだけど、もうね、春菊の根っこが全然びくともしなくて、ダメだこれ、プランターひっくり返してな、根っこを取り除かないとなと思って、いや、そこまではちょっとやる気力ないよと思ってさ、正月早々な、そこまでやる気ないなと思ったんで、しょうがないから表面だけさ、なんだ、ザクザクしてさ、耕して、で、真ん中はね、春菊の根っこがあるからさ、そこはもうびくともしないね。もう周りだけその端っこに、ほうれん草のね、種を一応巻いといたよ、みたいな感じ。まあ、ほうれん草はね、寒さに強いっていうから、もうほうれん草しかないみたいなんだよね、冬場巻ける野菜ってさ。だから、とりあえずほうれん草の種持っときゃ大丈夫かと思ってさ、ほうれん草の種は買ってあったんだけど、まあ、それをね、いよいよ今日朝巻きましたっていう感じ。で、晴れてたからね、なんだ今日は雨の予報だったけど、晴れんのかと思ったんだけど、結局その後曇っちゃってね、あれなんだ、やっぱり曇るのかと思ってね。で、最終的には雨降ってきてさ、やっぱ雨降るんかいっていう感じでね。なんかね、天気が二転三転してたんだよね。そうこう言ってたら、あの事故でさ、なんだかねっていうね、感じだったな、今日はな。でね、炎上の原因がよくわかんなかったから、私もいくつかね、ニュース見て、何だったんだろうなと思ったんだけど、まあ、とにかく乗客は無事だったらしいから、じゃあまあいいかなんていうふうに思ったんだけどね、そのぶつかった方はダメだったっていうので、そうだったのかと思ってね、まあ、それがちょっと残念だったかなっていうね、感じでございましたな。じゃあ、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
で、あとは、なんだったっけな、さっきお腹が空いちゃってね、朝はお汁粉食べたんだったっけな。朝はお汁粉で餅2個食べて、で、昼はその味噌汁ね、カブの味噌汁に納豆入れて食べたのと、あと卵入れて食べたのとね、で、夕飯に残りのね、何も入れてないカブの味噌汁を飲んだんだけど、さっきね、お腹が空いちゃって、お腹が空いちゃって、どうしようもなくて、どうしよう、どうしようと思って。結局ね、漁ってたらさ、切り干し大根があったんだよね。じゃあ、切り干し大根あったわ、と思って、それを煮て、食べました。みたいな。あ、そっか。あと、記者の話か。記者の話はさ、なんかね、前に、誰も使わない方法で宇都宮まで、東京から宇都宮まで行くみたいな人の動画を見たわけよね。ただ、それがね、すごいね、遠回りっていうかね、時間かかるっていうのかな。結局何時間かかったんだいと思ったらさ、なんか4、5時間かかってるわけよ。で、あ、それはなしだな、無理だな。日が暮れるよと思って。私もだからたまには違う方法でさ、宇都宮行ってみようかなと思ったんだけど、いや、それは時間かかりすぎるな。ちょっとね、交通費もしかもかかるわけよ。時間もかかるし、交通費もかかるし、それはなしだなと思ってさ、一応見たんだけどさ、諦めた方法だったんだよね。で、また別の人だと思うんだけど、が、なんか誰も使わない方法で宇都宮まで行くっていうね、動画を上げてて、いや、なんだろう、そっちだとまたさらにね、いい方法だったりするかしらと思って、で、見てたわけよ。で、どうやら同じ道をたどりそうだぞって思ったわけ。なんか同じ道をたどりそうだけど、今日見てた人の方のが、すごいわかりやすい感じだったんで、ちょっといいなと思って、参考になるなと思ってさ、見てたんだよね。で、多分記者使うだろうなと思って、で、見てたんだけど、まあ、記者っていうのかな、その、なんだっけ、ディーゼルだったっけの記者なのかなを使って、蒸気機関車じゃないやつね、は、その日は走ってないっていうので、乗んなかったんだけどさ、まあ、その、ルートを辿ってたんで、あ、多分同じルートだよなと思って、でね、なんか途中の駅で降りてバスに乗るんだよね。だからそれで宇都宮行くのかなと思いきや、なんかね、全然思ってたのと違うバスっていうのかな。その前に見た人とは違うバスだったんだよね。で、なんかね、コミュニティバス的なやつに乗って、で、行くわけよね。で、その辺がちょっと違ってたわけよ。前見た人とさ。で、さらになんかそこから移動、なんか JR に乗って移動するみたいで、お、この前の人よりもさらに乗り換え多いぞ。この前見た人のより乗り換え多いぞと思って。で、結局お金と時間はどんくらいかかったんだと思ったら、なんかね、6時間ぐらいかかってんだよね。6時間ぐらいかかって、で、新幹線代より、200円ぐらい安くついたのかなみたいな感じで、あ、これはなしだと思って、だったら新幹線使うよって感じだったんでね、結局見たけども、私は汽車は乗らないな、多分と思ってね、そんな動画を今日は延々と1時間ほどしっかり見てしまったっていう感じだったね、今日はね。まどかさん、宇都宮はうちからまあまあ近い。そうなんだね。まどかさん、ストップ、ありがとうございます。では、まどかさんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード。本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。お、またね、空からなんか出てきてるカードだね。
最近なんか空中からなんか出てきてる系のカードが、なんか続いてる感じがするけどな。天からいろいろと、あれかな、助けが入ってるような、そんな感じなのかね、今ね。ペンタクル、違う、ペンタクル、エースオブペンタクルか。ペンタクルのエース。お金が空から降ってくる。ペンタクルの、エース。はい。うん。はい。どこで泣いてんだ、ゆりたんは。今日は逆位置だね。けんたまさん、ヨーヨーしてるみたい。確かに、ヨーヨーしてるときってこうなるもんね。ヨーヨーのカードだね、これね。ペンタクル、絵柄の意味、世界観。はい、どうしたじゃ変なのなんでしょ前はあれか、ぐーちゃんが、あれか、蓋しちゃってっから、ゆりたんの居場所がないのかね。見えないね。見えないけど、そこに置いちゃうと、誰も揃えなくなる。あれゆりたん入ったゆりたん入ったね、知らない間にね。はい。ペンタクルエース、絵柄の意味、世界観。雲から伸びた手は大きな金貨をしっかりと受け止め、物質的な成功を得ています。百合の咲くきちんと手入れされた庭は、豊かで安定した基盤を意味し、生垣のアーチは開かれているので、さらなる成功や発展に向けて前進していけることを表しています。チャンスを手にしたあなたは、新たな可能性に一歩踏み出す勇気はありますか？テーマ、成果を得る。ペンタクルのエース。エースはペンタクルの物語の始まり。これまでの努力が実を結んで、成果を得られる反面、タイミングやチャンスを逃したり、物質的な損失のリスクも表しています。雲から伸びた手と金貨。雲から伸びる手は高次元からの意識をその手の上に、乗る金貨は物質的な成果を象徴しています。左側から手が伸びていることから、過去からの積み重ねを生かした新しいスタートが切れることも表しています。正月っぽい感じの、メッセージだな。ゆり白百合は女性性の象徴であり、現実的な豊かさを享受できる状態を表しています。きちんと手入れされた庭、実りや豊かさなど物質的に安定した基盤を表します。バラの生垣とアーチ、開かれたアーチから出ていくことで新しい世界へ一歩踏み出していけることを表しています。話やな。ペンタクルの物語。ペンタクルは金貨。広い意味での成功より豊かさを象徴。エレメントでは土にあたり、金貨の元になる鉱石や金などが地中に存在することから、物質的な価値や基盤を表す、心が満たされなかったり、将来への不安や心配を抱くなどのネガティブな側面も持ち合わせている。エースはペンタクルの物語の始まり。ペンタクルのエースは今までの努力が実を結んで成果や安定した基盤を得られることを表している。そしてエースに対応する数字の1は、男性的なエネルギー。転じて次のステップへ進んでいける新たなスタートも予感させる。あなたの前に新たなスタート地点があったら、どうしようか考えてみてくださいね。はい。逆位置だな、今日はな。はい、逆位置。逆位置全体。迷いが生じたり、弱気になって、実力が発揮できず、せっかくのチャンスやタイミングを逃してしまうことを表しています。また、成功しても能力を活かすような場がなかったり、利益ばかりを優先させてしまった結果、心から満足できないという状況にもなりかねません。
つまらない浪費や金銭絡みのトラブルにも注意が必要です。自分にとって何が大切なのか、まずは優先順位をつけてみましょう。はい。と、ペンタクレスウェイトの解釈。左から伸びた手は過去から現在までの経験や知識を生かし、新たなことにチャレンジする時期であることを表しています。いつものように雲から手が五芒星を持ち上げていると述べており、いつでもその準備ができているということを象徴している。百合が咲くきちんと手入れされた庭は、豊かで安定した現実的な基盤ができていることの象徴。あなたは手にした富や成功を手にする用意もできている。はい。開かれた生垣の先に見える山は、神の住まう山です。今以上の成功や成果を求めるために、この庭園を出ていくことも許されていると言えるでしょう。正位置では、逆位置では、やるべきことができなかったり、チャンスを逃す可能性があると、伝えています。日々努力を積み重ねたり、状況に満足せず、勇気を持って一歩踏み出すことが大切なのです。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、勇気を出して踏み出すことが大切ですっていうメッセージだったのかな。わからんけどな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。はい。あとは、何の話したらいいあと何の話したらいいですかね。みんな今日は酔っ払っちゃって寝ちゃってんのかなっていう感じかな。あとは何の話題がありますかね。X でも見てみればいいのか。X。佐賀県なんだけど、カラスが騒ぎ始めた。岩手の地震もだし、日本大丈夫？岩手も地震があるのか？ロシア在住です。まあいいや。トレンド、飛行機事故がトレンドだね。全便欠航、あ、そうなんだ。じゃあね、無事帰ってこれてよかったな感じだわな。人気の動画、猫ちゃん。衝突事故、羽田空港。立て続けだね。明日は何が起きるかしら。機長さん、茨城空港、航空機事故、日本航空、能登半島、CA さん、原因究明。原因は分かったのかな？原因は分かんないんだろうな、きっとな。分かりませんでしたで終わるんじゃないか？原因究明は必須。はい。あとは、なんかトレンドございますか？トレンドはございますか？あれ日本のトレンド、バウンティーラッシュ。はい。わかんない。ニュース、岸田やめろ、国土交通省、アンカー、太陽光パネル、令和6年、能登半島、令和6年なのか、今って。トレンド、岸田さん、いいな、人気者でな。コミュニティノート。コミュニティノートってなんだ？スポーツ、わかんない。エンターテイメント。推しから年賀状。A グループ。ブログ更新。エモいゾーン。推し福袋。高一さん。メメグラム。桜をもうお花見か。無料夜行バス乗ってみませんか？はい、乗ってみます。あなた福袋メーカー、ハイヒール。
そういえば、なんやっけ、動物占いな。動物占い。確か私は虎だった気がするんだけど、動物占いって何種類あるの？急に思い出して、動物占いって動物何種類あるんですかね。動物占い。動物占い。2024っていうのがあるな。これ見てみるか。えよよしてる。てんたまさん、缶のお汁粉やコーンスープって多分飲んだことないのですが、美味しいのですかね？私は缶のお汁粉やコーンスープぐらいしかほぼ飲んだことないかなっていう感じだね。さっきその見てたさ、動画がさ、1時間のな動画なんかモンスターがあって、自販機にモンスターなんかあるんだと思ってさ、で、なんかモンスター飲みたいとかって言ってて、へえ、飲んだことないからモンスター飲みたいなんて思ったことがないけど、なんて全然わかんない感覚だったね。でね、なんか電車に乗ってるから買えないみたいな感じで、で、乗り換えの時にようやくね、モンスターを買って、で、美味しそうな感じに演出して飲んでたけど、なんか美味しいのかなっていう感じだったね。なんかコーラだったらさ、コーラ中毒だったから私はさ、なんかね、美味しそうに飲んでれば、美味しそうだなって思うのかもしれないんだけど、まあ、コーラみたいなもんなのかなと思うんだけどね、なんかモンスターなんか飲んだことないから、モンスター飲みたいって思ったことない感覚だったから、へーっていう感じだったな。カニタンさん。自販機スープって必ずありますよね。売れるんだろうな。寒いから、あったかいのが欲しいわけよ。あったかいのが欲しいんだけど、お茶は胃が痛くなっちゃうわけ。で、すぐ冷めるしさ、飲むと体冷えるじゃんか。なので、そうすると、コーンスープか、お汁粉なんですよ。っていうね、選択。ヨッシーさん、缶汁粉、缶スープは美味しいですよ。あれば私も優先しますな。缶汁粉はね、もうね、最優先事項だね。缶汁粉。で、寒くて暖かいのが欲しいんだけど、甘いものは今は欲しくないっていう時に、スープを飲むんだよね。だからスープはスープでね、しょっぱすぎるんだ、今度はね。だから飲んでる時はまあ美味しいんだけど、後でね、喉が渇くんだよね。じゃあ失敗した、みたいな。結局お茶も飲まなきゃダメじゃんか、みたいなね。そういうことになるかな。てんたまさん、よしーさん、そうなんですね。明日飲んでみようかな。はい。ぜひ、新年に新しいことね、一発目ちょっとやってみてください。勇気を持ってね、一歩踏み出してみてくださいね。カニタンさん、温まるのありがたい冷え性です。そうそう。だからね、お汁粉をとりあえず寒いからっていう理由で、買うだけ買って飲まずに、握りしめて、暖を取るために買って、で、家まで持って帰ってきちゃって、で、飲みたいなって思った時に、うちで温めてね、飲むみたいなこともね、時々するかな。動物、キャラ占い、12タイプ、12なのか。じゃあ、12星座みたいなもんなのか。で、星座とは違う動物だからなかなか覚えられない感じか。これで書いてあるのは、バンビ、鹿かな鹿とコアラと、で、あれか、なんだっけ、これ。ユニコーンか。ユニコーンは架空の動物だから、つかみどころがないとかっていうね、のだけはなんか聞いたことあるんだよね。で、象と、なんだろう、これ、ヒョウかな羊、タヌキ、トラで、これなんだろうな。キツネかな猿、ライオン、また、黒ヒョウみたいな感じだな。あれライオンだったっけいや、トラだった気がするな、私な。どんな一年になる動物キャラ占いって、あなたの動物
タイプをチェック、そうだね。年齢なんだ。年齢で、生まれた年で調べれば、ない。ないよ。昭和55年からしかないよ。俺はいくつ、どれなのか調べらんなかったな。確か前ね、なんだっけ。でもないな、ここにな。ペガサス、チーター、ゾウ、ライオン、タヌキ、羊、小鹿、黒ヒョウ。やっぱりヒョウが2ついる感じか。狼、猿、虎、コモリグマ、コアラ。あ、コモリグマって書いてコアラって読むのか。違う。あれ虎がいないよ。なんか虎の絵が描かれてる気がするのに。虎がいないな。虎あった。漢字で書かれてた。虎ありましたね。皆さんはなんですかね。頼られると放っておけない人情派で、信頼度もナンバーワン。なんかね、しっくりこないね。さらに細かく自分の動物タイプ、2024年の占いをチェック。愛情あふれる虎、動き回る虎、ゆったりとした虎、楽天的な虎、パワフルな虎。なんか、どうやって調べるのかわかんないな、これな。はい。えーっと、持ち入り完全剤も出してほしいですね。そしたらもう中身何にも出てこなくなるんじゃないのか。餅が蓋しちゃってな。何にも出てこない。だからあれか、熱燗みたいな感じっていうの、蓋全部パカって取れるようになってて、でも餅は溶けちゃうから難しいのか。でも、あれだよな、白玉が入った、なんかお菓子はあるわけだから、できなくはないんだろうな、きっとな。だからあれだ、形状の問題だな。パカって、開くような形になってて、で、口を怪我しないような感じ。あれが、コーヒーで、蓋がね、なんか、口がでっかい蓋のコーヒーがあるから、それでいけば、なんとかなるのかな。持ち入りぜんざい。天玉さん、持ち入り完全剤売れそうですね。出たら売れるのかな。ヨッシーさん、今、ハンバーグを12個ばかり作りましたよ。弁当用です。玉ねぎ、卵、椎茸、パプリカ入りです。いいね、美味しそうだね。天玉さん、そうか、出てこないわ。爆笑。出てこないんじゃんって思ったんだけどな。ハンバーグ、そう、ハンバーグで思い出したんだけどさ、昨日ね、そのアンテナショップのランチでね、行きたいとこあるかなって調べてた時にさ、滋賀のアンテナショップがあって、で、写真を見るとさ、ヒコニャン写ってたわけ。ヒコニャンいるのと思ってね、ヒコニャン会えんのヒコニャン会いたいんだけど。何城だったっけあれって。ね、行かないと、彦根城か。彦根城に行かないとさ、彦には会えないんだと思ってたから、なんだ、東京で彦に会えるんだったら、行きたいなって思ったんだよね。で、そのお店がさ、一番安いメニューでハンバーグが、まあ、1500円の消費税みたいな感じだと思うんだけど、1600いくらみたいな感じだったんで、まあ、それぐらいだったら、なんとかね、頑張れば食べれなくもないかっていう感じだったんですよ。ヒコニャン目当てでちょっと行こうかなって昨日思ってたんだよね。思ってたらさ、今日さ、オズモールの、毎月ね、2日になると、レストランの予約でね、500円クーポンが出るわけよ。で、それでお店探してたわけよね。行くか行かないかはとにかく別にしてさ。
行くとしたらどこがいいかなと思って探してたら、新しくその店がね、入ってたんだよ。で、あ、ちょうど昨日行きたいと思ってたとこじゃん。絶対これだと思ってさ、早速予約しようと思ったら予約できなかったわけ。で、最初スマホで探しててさ、できなかったから、あ、なんだこれと思ってさ、なんかね、通信エラーかなっていう感じで、じゃあパソコンで見ればいいかと思ってパソコンに行ってさ、もう一回お店探してさ、予約しようと思ったら、なんか人数がね、2名以上になってたんだよね。だから検索の時に1名で検索してんのに、どうして2名じゃなきゃね、予約できないやつがさ、検索結果に上ってくんだよっていうとこでまたイラッとしたんだけど、じゃあこれ予約入れられんだろうと思ってさ、予約しようと思ったら、人数が間違ってますとか言われて、結局予約できなくて、もうね、なんかちょっとイラッとした。ちょっとイラッとしたみたいなことが今日ありました。てんたまさん、ヨッシーさんは料理スキル高そうですね。ね、なんだかんだといろいろと料理してるよな、ヨッシーさんはな。手際良さそうな感じあるよな。てんたまさん、飲食店でも予約2名以上ってありますよね。そうそう。だからね、なんだっけな。グルナビとかだったかな、ホットペッパーだったかな。で、予約しようとするときに、ウェブ上で、パソコンで、ウェブ上で、予約しようとすると、2名以上じゃないと予約できないのよ。だから、ポイントもらえるとかいうので、じゃあ予約ね、利用してみようかなって思って探してみて、で、じゃあこのお店でも予約してみようかなと思って、いざ予約しようとしたらさ、2名以上ってなってて、ああ、なんだダメじゃんと思って、で、どこを見てもさ、2名以上なんだよね。だからなんだ、私にはお呼びでないシステムだと思ってさ、使ってなかったんだけど、なんかどうもね、パソコンのウェブ上だと2名からなんだけど、スマホで検索するとね、1名から予約ができるっぽくて、で、最近ちょっとスマホから予約して、ちまちまポイントを貯めるみたいなことを、なんかね、やり始めた感じでございますよってなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。新年早々いろいろとね、ございますが、当事者じゃない人たちにできる最大限のことというのは、日常生活を今まで通りね、ちゃんと過ごすことですので、今後もライブは続けていこうと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。で、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、猫のチャンネルですので、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを見ていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ってなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。